皆さんこんにちは、パルです。早速なんですけど、これ皆さん見えますか？たくさんシミがついてしまっています。なぜかというと、ご飯を食べるときに食べ物の汁を白い T シャツに飛ばしてしまいました。先生ね、いつもこういうことをねしてしまうんです。家にある白い T シャツ、結構な割合で汚れてしまっています。なんでだろうしかも白い T シャツの時に限って結構飛ばしてしまうんですよ。今の T シャツみたいにこのぐらいね目立ってしまうと外には着ていけないですね。家の中でクリーニングすればいいんですけど、今はとりあえずこの状態です。ショックです。悲しいんですけど、綺麗にできるから多分大丈夫でしょう。ということで、今日もねついていないんですけど、ちょうどね先生も最近ついていない体験をしたので、そのお話を今日はしようかなと思います。で、ついていないっていうのは運が悪いということです。今回お話しする内容がついていないとも取れるし、奇妙な体験とも取れるお話です。興味深い人がいるかもしれないので、ちょっと皆さん聞いていってください。最近ネットフリックスでとある映画を見ました。皆さんファイナルデスティネーションって知っていますか？聞いたことがある人も結構いるんじゃないかなと思います。全部で6作品出ていて、一番新しい作品が今年公開されたばかりです。内容は簡単に言うとちょっとグロい部分があります。作中でたくさんの方が結構むごい死に方をしていくんですけど、ストーリーとしては悪くないかなって思う映画でした。今ネットフリックスでは1から4が公開されています。で、公開されている分は先生も全部見ました。ちょうどね飛行機に乗る機会があったので、飛行機の中でその映画を見まくっていたんですけど、今日の話はこの映画と少し関係があります。で、あまり話しすぎるとネタバレになってしまうので、重要な部分だけ話していこうかなと思うんですけど、さっきこの映画の中でたくさんの方が亡くなると言いました。で、亡くなる時の実はキーワードが一つあって、それが数字の180なんです。で、どういうことかというと、例えば1作目の中では、登場人物たちが乗る予定だった飛行機が180便だったり、2作目だと180フィート先の道路工事の標識が出てきたり、3作品目では劇中の、路面電車に付けられていたナンバーが鏡に映ると180になったり、4作品目でもお客様たちの座席が180番のエリアにあったり、こんな感じで180に関係する場面がいろいろ出てくるんですね。で、この映画の中ではこの180っていうのが、不吉な運命の訪れを象徴する数字になっています。なので180っていう数字がすごく危険なんです。で、この映画のタイトル通りファイナルデスティネーションって日本語に訳すと最終目的地になりますよね。で、この映画の大体の内容としては、
一度死を回避した人たちも最終的には必ず死ぬっていう内容です。一応ホラーになるんですけど、こう幽霊とかお化けが出てくるわけではないので、ちょっとジャンルが違うかもしれません。先生もホラー映画は全然見れないタイプなので、ホラーはこの幽霊がダメな方でもグロいのが大丈夫であれば見れる作品になっています。なのでもし興味がある方は一度見てみてください。で、ここからが今回の先生の奇妙な体験の話になります。今の映画の大まかなストーリーを踏まえて話したいんですけど、先生の車、自分の車があるんですね。で、先生の車の名前が 180SX、 日産の 180SX という車なんです。で、皆さんこの話を聞いてちょっと怖くなった方いますか？はい、先生の車も180という数字があるんですね。で、先生はこの映画を初めて見た時にちょっと怖くなったんです。大丈夫かな？先生の車もなんか危険な目に遭うんじゃないかなって、なんとなくそう感じました。と言いつつ、最近別に先生の車調子が悪いこともないし、ただ先生が自分で感じただけで何もないと思うと自分でも思っていました。で、飛行機から降りて、それから2日後ぐらいかな、ちょっと久しぶりに車に乗る機会がありました。で、久しぶりに乗って運転していて、ちょっとドライブして、特に何も問題がないと。全然快調だし、壊れる気配もないし、よかった、普通にドライブ楽しいなって運転していたら、突然車から異音がし始めました。なんかギギギギギギカカカカカカカみたいな音がして、ちょっと怖くなりました。今まで聞いたことがないような音がし始めたんです。で、ちょうど行きたいお店に着いたので、車を止めてエンジンルームを確認してみました。でもその時は原因がわからなくて、何だったんだろう、わかんないなと思って、で、帰る時もずっと異音がしたまま、とりあえず帰りました。で、またちょっと仕事とかで忙しかったので、日を改めて別の日もう一回確認して、で、原因がその時分かったので、その原因が治るように対処して、今は元気になりました。でも突然そんなことになるなんてちょっと怖くないですか？今まで元気だった車が、先生がこの映画を見た後突然調子が悪くなるって偶然なのかなもう本当にそれで心配になってしまったっていう話です。他にも怖かった話というか、タイミング的に嫌だなっていう体験があって、実は最近、それも車なんですけど、当て逃げされてしまったんですね。で、当て逃げっていうのは車にぶつかったのにそのまま逃げることです。で、先生の車って、年代的にはだいたい30年前ぐらいの車なので、ドライブレコーダーも先生はつけていないんですよ。なので犯人を探しようもないし、結局傷がついたのは先生の車だけ。後ろのナンバーが曲がってしまっていて、すごい気になる傷ではないんですけど、そんな状態になってしまいました。すごい悲しくて、今も
犯人はもちろんわからないので泣き寝入りするしかないんですけど、そんな体験もしました。そしてもう一つ、これは先生も悪いですけど、交通事故をしてしまったんです。で、あの日は夜で雨もすごく降っていた時なんですけど、いつも通り駐車場に車を止めようと思ったら、なぜか無灯火のこの家に住んでいない人の車が先生の駐車場の目の前に止まっていたんです。もちろん街灯もないですし、雨もすごく降っているので、もう正直全く見えませんでした。で、先生はもちろんそこから行かないと車を止められないので、いつものルートで止めようとしたんですけど、バックだったので余計見えなくて突っ込んでしまいました。で、相手の車は無傷でした。何にも傷がない綺麗な状態。先生の車は傷つきました。これはもう先生の確認不足になってしまうので先生が悪いんですけど、そんなこともあり、結構車関係で言うと大変なことがたくさんありました。皆さんはこの話を聞いて、先生がこのファイナルデスティネーションを見たのと関係があると思いますか？先生はなんかある気がしてしまうんですよ。タイミングが一気に重なりすぎて、なんかそんな偶然ってあるんじゃないかって思ってしまっています。怖い。なので、もしねまだ見たことがない人は気をつけてください。180という数字には気をつけてください。ということで、これが先生が最近体験したついてない、そして奇妙な体験でした。皆さんもなんか生きてきた中で奇妙な体験をしたことがありますか？なんか面白い話があれば先生に聞かせてください。では今日も皆さん見てくれてありがとうございました。ではまた会いましょう。またね。バイバーイ。